ごきげんよう諸君。このチャンネルへの新たなる資格、さよです。ゲイリストの皆さん、最近なかなか選考が取れなくてモヤモヤしていませんか？私は一向に選考が取れなくて、やっと取れたと思ったら今度は手札誘発で邪魔されて、そろそろイライラしてきました。でも大丈夫です。選考が取れないなら相手の選考展開を全部潰してしまえばいいんです。ということで今回紹介するのは、高校型手札誘発アルバスデッキです。このデッキは相手ターンに手札から動いて、アルバスまで繋げていくデッキになっています。わかりやすいところだと、ホットイヤー飛行体で相手ターンに白気流のエクレシアをシンクロ召喚して、そこからアルバスに繋げたり、あとは気候キツネですね。この子も相手ターンに動いて、デッキからアルバスの仲介人を持ってこられるカードです。つまり今回のデッキは、先行を取って一人で楽しそうに展開をしている人のところへお邪魔して、盤面をぐちゃぐちゃにしてあげようというデッキですね。やっとの思いでコイントスに勝って先行を取れたのに、めちゃめちゃ妨害されて何もできなかったら、きっと悲しいでしょうね。ということで、今回は先行を取った人たちの努力を無駄にしていきましょう。それでは早速対戦動画を見ていきます。ということで1戦目です。手札はかなりいいですね。マルチャミーを握っているので、相手の動きに合わせてまずはマルチャミーを使っていきましょう。そして相手が魔法カードをサーチしました。この魔法カードは厄介です。なのでデルタの国家を発動。魔法カードの発動を無効にしつつ、デッキからドライバーを展開します。これでレベル6のモンスターを場に出せたので、ホットイヤー飛行体の国家が使えるようになりました。相手がモンスターを展開してきたので飛行体の国家を発動。自分のモンスターと合わせてシンクロ召喚していきます。出てきたのは黒気流のエクレシア。ここからアルバスを展開していきます。ちょうど相手の場に光属性と効果モンスターがいるので、2体を巻き込んで融合召喚していきましょう。手札を1枚切って、セコンくらい支流を融合召喚。これで相手の勝ちを消しつつ、今は手札にキラチューンクリッドもいるので、さらに妨害を構えることができます。ということで、対戦ありがとうございました。続いて2戦目、国王です。対戦相手はクーガダンデッキですね。相手は初手でデッキからモンスターを特殊召喚する魔法カードを発動。ここで、応戦する G の効果を使っていきます。応戦する G は特殊召喚を含む効果を持つ魔法カードを発動した時に、手札から特殊召喚できる手札誘発です。そして、こいつがいる限りマクロコスモス状態になり、墓地に送られるカードは除外されます。さらに破壊された場合に増殖する G をサーチできます。2つも効果を持っている、かなり強い誘発ですね。そのまま展開してきたので、ここはインパルスを発動します。デッキからファイアアタッカーを展開しようとしますが、ブララで止められてしまいました。まあ正直このインパルスは、ラファールの妨害効果を使わせるために発動したんですけど、ラファールは使われませんでしたね。とはいえ手札のうららを使わせられたので、まあよしとしましょうか。そして相手が手札を増やしつつ、ここで一気にモンスターを2体特殊召喚してくる効果を使います。2体が特殊召喚されると相手のモンスターはちょうど4体。一掃するなら今がチャンスです。なので、クリッドを発動。止められたら結構まずいですが、クリップだけだとさすがに警戒はしづらいでしょう。手札のクリップと応戦する G でシルリアをシンクロ召喚。着地時効果で相手モンスター全てを裏側にひっくり返します。ただこれだけだと相手のラファールで止められてしまいます。なので、ここはシンクロ素材となった応戦する G とクリップの効果でチェーンを組んでいきます。ラファールのモンスター効果無効を避けつつ動いていきましょう。ということで G をサーチしつつ、相手モンスター全てが裏返りました。クーガダンデッキはリンクモンスターを生かしたデッキ。なのでモンスターが全部裏側になってしまうと、できることはほとんどないでしょう。ということでこちらのターンです。白気流の楽園から、普通にアルバスの展開をしていきます。ここで G を解いてしまいますが、まあ大丈夫でしょう。と思ったら、着地時効果もベーラーで止められてしまいました。こうなるともう何もできません。バトルフェーズに入り、まずはモンスター効果無効が厄介なのでパンチして破壊。そして増殖する G メタの戦闘を破壊したアンエンド。手札にクリップがいるのでイナゴからのセンチリオンでハンデス破壊ドローが狙えます。さらにややこしい名前の速攻魔法でプラス1妨害です。対戦ありがとうございました。続いて今回もここからの戦いになります。対戦相手の初動は、ブラックマジシャンガールですね。マルチャミックレリアの発動タイミングを逃してしまいました。仕方がないので後打ちになりますが、マルチャミーを使っていきます。ブラックマジシャンガールが出てきたということは、多分ブラックマジシャンに変わるでしょう。変わってきましたね。滅びの黒魔術師です。そしてサーチカードは、まさかのマジシャンズソウルズ。気前オスじゃありませんでした。となると結構珍しいデッキですかね。よく見ると相手のデッキ52枚あります。これはどういうデッキなのか、まだちょっとわからないですね。ここで1ドルを許してまでガンドラが出てきたということは、おそらくボチコヤシに意味のあるデッキでしょう。か
特に意味はなさそうですが、マルチャミーをもう1枚使っておきます。そして相手がさらに展開してデモンスミスにつなげていきます。デモンスミスとなるとデッキからの特殊召喚があるので、そこきっかけで手札の狐が使えます。相手のデモンスミスが動いた瞬間に、狐の効果を発動。デッキからモンスターを特殊召喚した際に手札から特殊召喚できます。さらに着地時に相手モンスターを対象として、そのモンスターと同じ属性で講師が同じモンスター1体をデッキから持ってこられます。デモンスミスを対象にすることによって、デッキから光属性のエクレシアを特殊召喚。ここからアルバスの動きにつなげることができます。1枚からアルバスまで持ってこれるという意味では、爆発力のある誘発、狐、発動タイミングが限られるのがかなりの難点です。ここでデモンスミスが2体揃ったので成功くらい支流を融合召喚。マルチャミー条件下というのもあり、相手は何も動かすターンエンドしてきました。そして開始のターン、ビーステッドでデモンスミスを処理しつつ総攻撃。ここで打点が8000以上あるので殴れば勝てるかなと思いきや、相手もビーステッドを発動。打点が高い上に道連れ効果持ち、厄介なのでリトルナイトをリーク召喚しましょう。リトルナイトで相手のいらないカードを飛ばします。これプレミですね。リトルナイトの効果から逃げられるカードを対象にしちゃっています。無念です。まあリトルナイトが出したので、ビーステッドの墓地効果で相手のビーステッドも潰しておきましょう。当然相手のビーステッドも同様の効果を使ってきますが、ここはリトルナイトの効果で脱出します。そしてターン終了時、成功くらい支流でルール上ややこしい名前のカードを察知。そのまま使って相手のカードを割ります。さらに墓地を送られたアルビオンの効果でややこしいのをセット。ややこしい割に強い動きができます。さすが流行りの出張カードです。そして開始の増殖する G を受けて相手はサレンダー。対戦ありがとうございました。続いてもここからの戦いになります。手札は、すごく悪いですね。マルチャミーをいきなり使っておきましょう。これでドローして何かいいカードを引ければ、ワンチャンあるかな、という感じですね。対戦相手はブルーアイズデッキです。相手はブルーアイズの初動を召喚し、効果発動。モンスターの着地時のサーチ効果に合わせて、インバルスの効果を使っていきます。相手フィールドでモンスター効果が発動した時、自身をリリースしてデッキからファイアアタッカーを特殊召喚。そして、ファイアアタッカーの効果。相手が察知をすると自分も手札交換ができます。2枚ドローして1枚捨てる効果ですね。手札を大きく動かして、シンクロ召喚などを狙っていきたいところでしたが残念。手札から動けるカードがほとんど引けませんでした。と落ち込んでいたところ相手が魔法を察知。唯一の希望。応戦する G の激ムズ発動条件をなんとか満たせたので応戦していきましょう。魔法カードの効果でモンスターが特殊召喚されそうになったので、応戦する G を特殊召喚。これはかなりの幸運ですね。多分ブルーアイズデッキで G が応戦できるのはこのカードだけです。そして相手がキラーチューンの動きをしてきました。見たことない動きですね。最近のブルーアイズではメジャーなんでしょうか。シンクロ召喚されると厄介なので、ここはクリットの効果を発動。シルビアをシンクロ召喚して、相手のシンクロ素材をすべて裏側守備表示にします。ただ相手の手札にはまだ未確認のカードが1枚。これはちょっと怖いですね。何をされるかわからないので、ここは G をしっかり察知して、相手のさらなる展開を警戒していきましょう。そして相手はデッキからブルーアイズを墓地に送り、それを蘇生しようとしてきます。特殊召喚はちょっと嫌なので G を使って抑制していきましょう。相手はブルーアイズ特殊召喚からのチューナー復活。ブルーアイズらしい動きですね。これでめちゃめちゃドローできそうかなと思いきや、相手の最後の未確認カードはまさかの泥場でした。まあでも今の1枚ドローでホットリアー飛行体を引けました。早速使っていきましょう。場のレベル6、ファイアアタッカーと合わせて黒気流のエクレシアをシンクロ召喚。そのままアルバスまで繋げていきます。先ほど同様、光属性と効果モンスターがいるので、2体を巻き込んで成功くらい支流を融合召喚していきます。着地時効果で相手の墓地のカードを吹き飛ばしていきましょう。と思っていたんですが、相手もここから動いてきました。手札のベーラーを捨ててまでシンクロ召喚してきます。とはいえ、こっちには打点の高いモンスター2体。ターン終了時に帰ってくるエクレシアも合わせると3体もいるのでまあなんとかなるでしょう。まずは白気流の楽園から普通に展開していきます。そして仲介人を通してアルバスを特殊召喚。手札を1枚切って融合召喚します。このタイミングで効果を使ってきますと手遅れですね。ミラジェイドを融合召喚。ミラジェイド効果プラス総攻撃でチェックメイトです。対戦ありがとうございました。続いてもここからの戦いです。手札はすこぶる悪いですね。まあインパルスがいるので、そこからファイアアタッカーを出して、手札効果を押せばどうにかなるかなといったところです。相手がいきなりサーチ効果を使ってきたので、ここでインパルスの効果を発動。ファイアアタッカーを特殊召喚してこちらも手札効果を押していきます。お、ここ
こでホップイヤーを引けましたね。これは大きいです。そして相手がエクシーズ召喚。起動効果を使われてしまう途中に死に繋がってしまうので、ここで止めておきましょう。ホップイヤーを使ってアルバスの動きに繋げていきます。ミラジェイドを融合召喚。これで残る妨害はミラジェイドの1妨害。これで何とかこちらのターンまで回ってきてほしいところ。ですが相手はここでティフォンをエクシーズ召喚。まさか先行1ターン目でティフォンが出てくるなんて、遊戯王でもなかなか珍しい場面ですね。そしてターン終了時にクレシアが戻ってきます。ここで相手は速攻魔法を発動。相手が手札をどんどん充実させていった結果、速攻魔法を使うと結構まずいことになってしまいそうです。なのでそれを避けるために、この速攻魔法は使わずに展開していきましょう。まずは白気流の楽印を特殊召喚し、イグレシアをデッキから引っ張ってきます。そしてアルバスに繋げていきます。今回も相手フィールドに闇属性と効果モンスターがいるので、成功くらい支流をまたまた融合召喚。これで全員を攻撃表示にすれば総打点8000を超えますね。それでは総攻撃でフィニッシュです。再生ありがとうございました。続いても国交となります。手札はすこぶるいいですね。対戦相手はリシトデッキ。罠カードを中心とした持久戦がメインのデッキになります。地属性メインのデッキなので、相手の属性を参照する狐はちょっと使い道がないかもしれませんね。ここで相手が千年原人を特殊召喚。まさかのエクゾディア混合構築です。珍しいですね。ただそうなると召喚系はリシトに使ってくるはず。リシトは召喚時にサーチ効果を発動します。そこに合わせてインパルスを使って展開していきましょう。ですがその前に、ココラベでマルチャミーを使ってうららや墓馬のチェックをしておきましょう。特になさそうなので気にせず展開していきましょうか。リシトを召喚してきたところで、着地効果に合わせてインパルス発動。デッキからファイアアタッカーを呼び出します。相手のサーチ効果に合わせて手札を交換します。ビーステッド1枚引けましたが、リシト相手には特に意味がありません。まあエクゾディアが入っているということは、他のカードはそこまで警戒しなくても良さそうですね。というのも融合エクゾディアを出してしまうと、その後の召喚特殊召喚が縛られてしまいます。なので、エクゾディアが出てきた瞬間に刈り取りましょう。ホップイヤーからシンクロエクレシア、アルバスまで繋げていきます。そして、相手のモンスターを奪って融合召喚。ミラジェイドの効果で残っているモンスターも吹き飛ばします。これで残る相手の妨害はカウンタートラット1枚とアポピスですね。アポピスはややこしい名前の速攻魔法で対応可能。あとはサンダーボルト効果付きのカウンター罠をどうするか。アルバス書道を握れているので、ここはカウンタートラットを使わせてもいいだろうということで、カウンタートラットを誘うために魔法カードを使います。で、ちょうど相手が使ってきましたね。カウンタートラップで魔法カードを無効にしつつ、こちらのモンスターが全て破壊されてしまいます。となると相手の残る妨害はアポシスだけ。なので、シンクロエクレシアの効果を発動。相手のカード1枚をデッキにバウンス。これで相手のトラップモンスターがいなくなったので、アポピスの妨害効果もなくなりました。あとはもう妨害を警戒せずに、普通に役員らしい動きをしていきます。そして速攻撃。3体で顔面パンチしましたが、まだギリギリ生き残っていますね。ではエクレシアを再度シンクロ召喚。ここから展開していこうとしますが、ここで相手はサレンダー。対戦ありがとうございました。最後は先行の展開になります。先行の展開は普通のアルバスデッキと同じような動きになります。ただどうしても誘発をいっぱいデッキに入れている都合上、アルバスに必要なパーツがあまり入っていません。なので純粋なアルバスデッキと比べれば、先行の展開はかなり弱い形となりますね。白気流からの展開でエクレシアをシンクロ召喚。エクレシアの効果で何かしらのアルバス関連を持ってくるんですが、ここはキットを持ってきましょう。キットは墓地に送られた時にレベル4を展開できるので、シンクロ召喚を繋げていくキラーチューンクリップとの相性がいいです。そしてターン終了時にもろもろのアルバスの動きをしていきます。では相手のターン。相手のデッキはエニアクラフトですね。エニアクラフトはこちらの妨害が効きづらいデッキ。ここは初手でキラーチューンを切っていきましょう。まずデザートローカストをシンクロ召喚。シンクロ召喚成功時の効果で相手の手札を1枚捨てさせます。さらに墓地に送られたキットの効果で白気流の楽印を蘇生。そこからアルバス展開。さらにデザートローカストの効果で双剣対抗照英をシンクロ召喚。レベル10シンクロならバロネスでも良かったんですが、バロネスは効果の都合上、破壊を含む効果になってしまいます。なのでエニアクラフト対面だと使いづらい場面が出てくるんですよね。ということでここは照英をシンクロ召喚しています。そして相手がカードを1枚セットしたので、ここでエクレシアの効果を発動。自らを除外することでアルバス関係のカードを展開していきます。さらに照英の効果、カードが除外された場合、相手のバト墓地のカードを除外します。
この珍しい除外妨害効果と破壊耐性、エニアクラフトからすると厄介なはずです。エニアクラフトのペンデュラム効果に関しては、速攻魔法で撃破して不発化させます。これで相手の残り手札は2枚、カードを1枚セットしてターンエンドしてきましたね。ではこちらのターンになります。相手のセットカードが怖いので、エクレシア除外からの照英で潰していこうと思いましたが、ここで相手はセットカードを発動。まさかの永続トラップだったので速攻魔法で迎え撃っていきましょう。相手はやることがなくなりサレンダー。耐性ありがとうございました。ということで最後にこのデッキの簡単な解説をしていきます。基本的には相手ターンに手札からモンスターを展開して、そこからアルバスにつなげていくのがメインの動きになります。そのために重要なのが、相手ターンに特殊召喚できるレベル6モンスターたちです。この子たちはホップイヤーと合わせることで、レベル8のシンクロエクレシアを呼び出すことができます。さらに、ファイアアタッカーやドライバー、デッキから特殊召喚できる手札誘発も多めに採用しています。これらは単純に相手ターンに動けるだけでなく、飛行狐の発動条件を満たすためにも使えるんですね。デッキの手札誘発たちをつなぐ、軸となるカードです。続いて、そんな狐の効果で特殊召喚できる講師が同じモンスターの紹介。光属性ならアルバスにつなげられるエクレシア。炎属性なら手札交換ができるファイアアタッカー。地属性なら妨害効果はありませんが補正する G を持ってくれます。そして採用率の高い闇属性対策に、パラサイトフュージョナーを採用しています。パラサイトフュージョナーは着地時効果で融合召喚できるモンスター。さらに融合素材代用効果を持っています。なので盤面が整っていれば、アルバス融合モンスターにつなげられますし、そうでなければ手札墓地のモンスター効果を無効にできる、ガイアプロミネンスを出すこともできます。このあたりも予想しづらい動きなので、先行展開途中に相手を嫌がらせるにはもってこいですね。そして最後にエクストラデッキですが、ここは基本的にアルバス融合モンスターを中心に採用しています。そこに、ホップイヤーやクリップから出せるシンクロモンスター、レベル6やレベル10をメインに採用しています。このあたりはかなり自由度が高いので、持っているカードや好みに合わせて入れ替えてみてもいいと思います。ということで今回は、相手のターンに割り込んで相手の盤面を利用しながら動く、高校手札誘発型アルバスデッキの紹介でした。先行を取れなくても相手の展開を眺めているだけじゃなく、こちらからちょっかいを出せるのがこのデッキの面白いところですね。気になった方はぜひ一度使ってみてください。それでは今回の動画ここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。